んにちは。シミカバー研究同好会の成田藤江です。今日はデパコスとプチプラのコンシーラー比較をやっていこうと思います。今回比較するのはデパコスはクレドポーボーテのコレクチュールビサージュ N、 プチプラはカネボウメディアのスティックコンシーラー R です。同じネイビーの容器だったので別々に見ている時は似てるかなと思ったんですけれども、一緒に並べてみるとだいぶ印象が違います。まず太さが違います。映像だとわからないと思うんですが、すごく素材の感じが違います。こちらは本当に軽いプラスチックって感じなんですが、こちらはすごくしっかりとした素材を使っているって感じがします。クレドポーの方は程よい重みがあります。クレドポーの方は重厚感があってとても高級に感じます。一方メディアはとっても軽いです。内容量がクレドポーが 5g、メディアが 3g なので実際に中身もこちらの方が重たいです。開けた時もこの部分がゴールドで高級感があります。ちょっと映り込んで分かりにくいかもしれないんですが、ここにもクレドポーボーテと刻印がされています。私は老眼でもうよく見えないんですが、こういうところにもこだわりを感じます。でもメディアの方も光に当たるとキラキラと細かいラメのような輝きがあり素敵です。今回クレドポーはピンクオクルのお色を使います。メディアはライトベージュを使います。腕に塗ってみます。こちら上は本物のほくろです。この下のほくろはこちらシスターアンのリキッドアイライナーで作った偽のほくろです。上にクレドポーを塗ってみます。下にメディアを塗ってみます。一度さっと塗っただけだとこのようなカバー力です。少し重ねてみましょう。前回の動画ではメディアは一塗りで結構カバーできたんですが、私の塗り方が悪いのか今回は前回よりもカバー力が低く感じます。この段階だと意外にもメディアの方がカバーされているような気もします。でも同じぐらいかな。こちらにナチュラルベージュのメディアも塗ってみようと思います。色のトーンで言うとナチュラルベージュよりライトベージュの方がクレドポーの色に近いような気がします。指でぼかしてみます。すごく柔らかくて指についてきてしまいます。クレドポーは結構こすっても取れませんね。指にはつくんですけど肌にはきちんと残っている感じがします。メディアはこちらの肌の方も取れてしまうような感じがします。ナチュラルベージュの方が肌に残るような感じもします。色が濃いからそう見えるのかもしれないですね。もしかしたらメディアは私の腕の色にすごい馴染んでいるっていうことかもしれません。資生堂のファンデーションブラシでぼかします。ちょっと近くに描きすぎちゃったかな。ぼかしにくいです。ブラシでぼかしたらメディアの方はほくろが浮き出てきてしまいました。クレドポーの方は少し見えているけれどもカバーされているような感じがします。ちょっとこの文字の方でもカバー力を試してみようと思います。このようなカバー力です。ブラシでぼかしてみます。やはりメディアの方が透けて文字が見えています。クレドポーの方も見えてはいるんですけれどもカバーはしているという感じがします。ティッシュで拭いてみます。
両方ともコンシーラーは取れてしまいました。でもクレドポーの方が少しほくろの色が薄いように見えるけど、これはもともとのほくろの色が薄かったのかな。それではシミカバーメイクを始めます。日焼け止めクリームと化粧下地を塗った状態です。日焼け止めはクレドポーボーテのクレーム UV です。こちらは最新のものではなく一つ前のモデルになります。化粧下地はクレドポーボーテのマットタイプになります。マティフィアンリサンです。私は肌の水分量が少ないんですが、時間が経つとどうしてもテカってしまうので、もしかしたら少しサラサラとしたタイプの下地の方がいいのかなと思ってこの下地を選んでみました。伸びはあまり良くないんですが、しっとりとしていながらさらっとしたベタつかない仕上がりになります。私は右側の顔、皆様からご覧になって左側の顔の方がシミの量が多くて濃いです。こちら側の顔の方にはクレドポーボーテのコンシーラーを塗ります。比較するとシミが薄いこちら側の顔にはメディアのコンシーラーを塗ります。メディアは2色持っているんですが、明るい色のライトベージュの方を今回は使います。スティックで直塗りします。私はシミが濃いのでべったり塗っちゃうんですが、シミが薄い人や小さい人は薄く塗った方が綺麗に仕上がると思います。かなり柔らかくて滑らかなスティックです。塗っただけだとこのようなカバー力です。こちら側の顔にクレドポーボーテを塗ります。クレドポーボーテの色はピンクオークルです。お気に入りで使っていたのでだいぶ減ってきてしまいました。こちらもスティックで直に塗ります。こちらは滑らかなんですが、肌にピタッと密着するような感覚があります。塗っただけだとこのようなカバー力です。左右で比較してみると色味は割と似ているように見えます。メディアの方はツヤツヤしています。クレドポーの方が少しマットです。でもマットでありながら適度なツヤもあります。比較するとクレドポーの方がピンク味がやや強いです。資生堂のファンデーションブラシハス筆でぼかします。ヘアメイク職人バケコさんの方法です。上からトントンと優しくなじませます。メディアは柔らかいのでぼかしやすいです。クレドポーの方は密着度が高くて少しぼかしにくいです。一度塗りだとこのような感じです。シミは完全にはカバーできていないのですが、クレドポーの方は結構綺麗に仕上がっています。一方でメディアの方は少しカバー力が低いようです。もう一回重ねます。やはりすごく伸びが良くてスルスルと塗れます。クレドポーの方がしっかりとしたテクスチャーです。結構違いがあります。ブラシでぼかします。2度塗りが完了しました。クレドポーの方がシミが濃いのですが、かなり綺麗にカバーできています。マットでありながらツヤ感もあり上品な仕上がりです。一方でメディアの方は少しシミがつけて浮き出てきています。メディアの方はもう一度重ね塗りしてみようと思います。3回目はスティックから直塗りではなくブラシに取って塗ってみようと思います。このように取るとベタッと厚塗りにならず均一に薄く塗れるような気がします。何度かブラシに取って塗ります。メイクをしていない鼻や顎、おでこなどを先ほどのブラシに取る方法でメイクしていきます。
ちら側はクレドポーでメイクします。はい、シミカバーメイクが完成しました。近づいてみるとこのような見え方です。私の年齢は49歳です。肌の色は標準よりやや明るめ、肌質は乾燥肌よりの混合肌です。離れてみるとこのような見え方です。色味やツヤ感など仕上がりの印象は結構似ているように思います。少し唇がカサカサしてしまったので、ムアンドのグラスティングメルティングバームのヌガーサンドを塗ってみました。クレドポーの方は少しピンクがかっています。メディアの方はナチュラルな肌色です。メディアは3回塗りをして、こちら側の顔の方がシミが薄いんですけれど、透けて見えています。スルスルと伸びて塗りやすかったんですが、やはりその場にとどまる力が弱いようです。シミが薄くてツヤ肌好きの方はメディアが良いかもしれません。別々に使ってみると結構似ているような気がしたんですが、こうやって比較してみるとやっぱりクレドポーのコンシーラーすっごい綺麗です。絶妙なツヤ感です。それではこのまま少し時間を置いて様子を見てみます。私の中ではデパコスは時間経過後に本領を発揮するイメージがあります。なのでこの後どうなるか楽しみです。それでは後ほど。はい、だいたい9時間半が経過しました。今日は一日室内で過ごしていました。結構乾燥していて湿度は 50% です。近づいてみるとこのような見え方です。部屋が暗くなってしまったので少し強めの照明をつけています。なので光で色が飛んで肌が少し綺麗に見えているかもしれません。離れてみるとこのような見え方です。色が違く見えて少し比較が分かりにくくなってしまって申し訳ありません。このぐらいの距離から見るとそこまで汚く崩れてはいません。メディアの方は塗った時からそうでしたが、ツヤがすごいです。シミは少し浮き出てきてはいますが、まだちゃんとカバーされています。今回はパウダーで押さえていないので、髪の毛が当たった跡が少しついています。やはりメディアの方が柔らかいから髪の毛の跡も多くついています。あと少しこちらの方が塗っている量が多いっていうのもあるかもしれません。比較してみるとクレドポーの側の方が綺麗にカバーされている状態がキープされています。こちら側の方がシミの量が濃くて多いのに綺麗にカバーされているような気がします。そう考えるとやっぱりクレドポーのカバー力は非常に高いと思います。目元のシワへの入り込みをチェックします。こことここにほんの少し溜まっています。クレドポーの方もチェックします。だいたい同じぐらい溜まっているような気がします。やはり時間経過後の様子はクレドポーの方が綺麗ではありますが、メディアの方もそこまで汚い崩れ方をしていないので、この価格であればとても優秀だと思います。デパコス対プチプラのコンシーラー対決いかがだったでしょうか。やはりデパコスのクレドポーのコンシーラーはとっても優秀でした。クレドポーのコンシーラーはマットでシミをしっかりカバーしてくれながらも適度にツヤがあり上品な肌に仕上げてくれます。し
間経過後もキープ力が高かったです。メディアのコンシーラーはキープ力はそれほど高くなかったものの、とても滑らかでツヤがあるので、ツヤ肌好きや乾燥肌の方にはおすすめだと思いました。すごく乾燥しやすいっていう方は、むしろこのメディアの方がしっとりと潤って乾燥しなかったのでいいんじゃないかなと思います。私ぐらい濃いシミ、量が多いシミの方はやっぱりクレドポーの方がいいかなと思いますが、そこまでシミが濃くないとか量が多くないという方はこのメディアでも十分綺麗に隠せるんじゃないかなと思います。クレドポーのコンシーラーはとっても優秀ですね。やはり価格差はちゃんと現れているんだなと思いました。でも990円と6600円ですから、そう考えるとこのメディアはすごいです。このメディアは本当にスリムで軽いので、お直し用にポーチに入れるのにすごく便利だと思います。見た目もすっきりとシックなデザインなので、ポーチに入れていても大人っぽくて素敵ですよね。それぞれの商品の詳しいレビューは過去の動画にございます。もしご興味ありましたらご覧になってみてください。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。今回下地をマットなものに変えてみたんですが、マットな方がコンシーラーの持ちが良いような気がします。気のせいなんですかね、どうなんでしょう。以前から私はクレドポーのツヤのある下地を使っていたんですが、今回初めてこちらのマットを使ってみました。かなり使用感が違いました。こちらの化粧下地の比較レビューとかって興味ある方いらっしゃいますでしょうか。もし興味があるよっていう方はコメント欄で教えてください。ではまたね。